続報です。岸田首相が表明した期限が迫ってきました。岸田首相減税を表明の6月が迫る。特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出たらすぐにアップさせていただいておりますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったら、すぐに申請をしてできるだけ早く給付をされたいという方、あるいは給付金を確実に給付完了させたいというふうに思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいておりますので、チャンネル登録しておいていただくと、新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。岸田首相減税を表明の6月が迫るということで、岸田首相が減税をしますと、所得税などの減税をしますというふうに言った期限が6月ということで、少し迫っているという形になっていますと。で、その岸田首相が減税を表明したこの6月が迫ることで、この特別定額給付金10万円の2回目の可能性、また2回目があるっていう可能性が高まってくるというところなんですけども、その流れ、そのシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。いよいよ3月も後半ですので、その6月が迫っているといったようなところです。で、まず特別定額給付金っていうのは何だっけということなんですけれども、これはコロナ禍にあった全国民を対象にした1人10万円を給付するといったような給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、国民の感覚、我々一般的な国民の感覚としては、特別定額給付金の1回目があった時のような、コロナ禍のような、非常に苦しい時期にあるので、ぜひ2回目やってくれというふうな声がめちゃくちゃ上がってきているといったようなことです。で、ただ岸田首相に関しては、このコロナ禍にあった1人10万円給付といったような給付金に関しては、国難のような事態に限りますと。今コロナ禍のような国難ではないというところがあるので、やりませんというふうに言っています。国民の認識としてはコロナ禍のように苦しいといったような現状にあると思っているので、ぜひ2回目やってくれというふうに思っているというところですね。で、その2回目が実現していく可能性があるシナリオについて、お話しさせていただきたいと思います。で、そもそも特別定額給付金っていうのは、国民の声を受けて給付が決定したといったような経緯があります。まず1回目はですね、もともと1世帯30万円ということで閣議決定してたんですけれども、世論調査で1人10万円給付の方をぜひやってくださいという声がありましたと。で、それを受けて、自民党の若手だったりとか、あるいは主には公明党がその声を受けて自民党に突き上げてですね、いや1人10万円給付やりましょうよということで話をして、一度決めた閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したといったような経緯がありますと。で、今はそういった自民党とか公明党では1人10万円給付ということを言っている、そういうことはありませんので、なかなか実現しないのかなというふうにも思われますと。今10万円給付を政策にしている党はどうでしょうかというところで、野党に限られるんですけれども、国民民主党ですとか、あるいはれいわ新選組が言ってますと。国民民主党はインフレ手当として1人10万円給付、あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回ずつ10万円給付と、その財源もありますということで言っていますということですね。ただ先ほど言ったように野党にとどまるというところなので、なかなか難しいんじゃないかと。ただその大逆転して、10万円の2回目実現といったようなシナリオについて、お話しさせていただきたいと思います。で、先ほど言ったように、そもそも国民の声としてはコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。物価が上がっていて給料は上がってないっていうふうな現状があるので、コロナ禍より苦しいという声ですね。で、もともとコロナ禍っていうのは、飲食業とか、あるいは旅行業とか、あるいは交通に関するようなお仕事されている方は非常に苦しいといったような状態にあったと思います。当然その外出制限があったので、なかなか、そういった業種に関わる方は苦しいというところがあったと思います。ただ我々一般的な国民に関しては、それ以外の職種に関してはですね、なかなか今の方が苦しいと。それは物価が上がって給料上がってないからだというところがあります。物価は上がってますよね。スーパーとか行っても本当に2割3割上がってるっていうのが当たり前になってると。で、それから給料は、新聞とかでは、大手の企業に限ってベア 5% といっ
ったような形で給料上がってますよみたいな、見せかけはあるんですけども、実際我々の国民の大半は中小企業に勤めてますので、その中小企業においてはなかなか給料が上がってないといったような現状がありますと。その結果超低支持率というふうな形になってます。この低支持率っていうのは岸田首相あるいは自民党の、内閣だったり自民党の支持率ですね、それがめちゃくちゃ低くなっているということです。じゃあこの岸田首相はこの国民の声っていうのを無視し続けるんでしょうかというところなんですけども、岸田首相が首相で居続けるためには解散が必要で、そのために国民の声を無視できないといったような状態にありますと。これは何かというと、今年の9月には自民党総裁選があります。そして来年の10月には衆議院議員の任期がありますので、この来年の10月までには衆議院解散を行うという形になるんですけれども、その前に自民党総裁選、そのちょうど1年ぐらい前に自民党総裁選があるので、岸田首相は今このままこの低支持率のままいったんでは、この自民党総裁選っていうのは多分再任されないだろうと、再選できないだろうと。でなぜかというと、先ほど言ったように1年後に衆議院選挙があるからですね。この1年後の衆議院選挙をどの顔で迎えますかっていうのがこの自民党総裁選なので、そこで今のこの超低支持率の岸田首相を衆議院の選挙の顔として自民党の議員がですね推して自民党の総裁として再選させるということは当然考えにくいというところにあります。なので岸田首相としてはこの自民党総裁選をこのまま迎えたんでは、自民党総裁としていられなくなる、つまり首相でいられなくなってしまうので、そこまでに衆議院の解散を行って、議席をめちゃくちゃ減らすかもしれないですけれども、過半数は確保、あるいは与党で居続けるということを実現することによって、国民の信をある程度得ましたという形で衆議院を、自民党の総裁選を迎えて再選するといったようなシナリオを目論んでいます。さあ、じゃあこの衆議院の任期より先に解散するということであれば、どの辺のタイミングでやっていくんだろうかと。衆議院解散はいつあるのかということですね。岸田首相は自民党あるいはこの岸田内閣の支持率を少しでもアップした状態で解散を迎えたいと思っています。目立つところのタイミングでいうと、おそらくこの6月というふうなところが言われています。それがこの減税を表明した6月が迫るというふうに今日お題目にさせていただいているところです。でなぜ6月に解散する可能性が高いと言われているかというと、それは主には2つの理由があります。1個は政治資金規正法の改正ですね。そもそもこの低支持率の元になった政策の失敗と、それに加えて自民党議員による裏金問題というものがあります。その裏金問題に対応する政治資金規正法の改正というのをこの1月から6月の通常国会でやるというふうに岸田首相は明言してますので、そこで政治資金規正法の改正を行い、そしてこの減税も実は6月にスタートします。そこで解散をしていくと。政治資金規正法の改正、裏金問題に対応して、そして国民の支持率を少しでも上げるこの減税をスタートさせて、その6月のタイミングで解散といったようなところを狙っているんじゃないかというふうに言われています。その6月の解散説が今最も有力です。さあ、その実際にいつ解散するのかということで、いろんな野党がですね探りをちょっと入れてますと。これは参議院の予算委員会で、れいわ新選組の山本代表とか、あるいは立憲民主党の辻元議員が質問してますと。山本代表に関しては、いつ辞めるんですか、あるいはいつ解散しますかっていうふうなことを、合計3回質問したところ、とにかくどの答えに関してもとにかく今は考えてないといったような答えがありましたと。岸田首相は全く考えてないということでなくて、今は考えていないと。いつ辞めるかは今は考えてないし、いつ解散するかについても今は考えてないということですね。それから立憲民主党の辻元議員に関しても、総理と4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかと。でそれは全く考えてないというところですね。で今は考えてないし、4月の解散は全く考えてないということで、つながりましたね。6月解散を狙ってるんじゃないかということが明らかになってくるというところですね。首相として居続けるためには解散が必要、そして自民党総裁選の前に解散することが必要。衆議院っていうのは、99% 解散になります。戦後1回しか任期を迎えたってことがありませんので、もう 99% 解散すると。でその中でどのタイミングでいくかというと、6月が一番タイミングがいいのではないかというところですね。その6月が迫っているということですね。
でこの岸田首相っていうのは、最新の支持率でもめちゃくちゃ低いと、過去最低を更新しているといったような状態です。JNN なんで、TBS 系ですね。TBS 系の世論調査の会社が出してきた最新の支持率でいうと、支持率 22%、不支持率は 74% にも上っているということで、過去最低を更新しているといったような状態です。じゃあもう岸田首相いよいよ諦めたんじゃないかと。もうここまで自民党、今年の9月ですねまで自民党の総裁をやって、そこでいよいよ諦めるんじゃないかというふうにも普通であれば想像できるんですけど、岸田首相は諦めていませんということです。でなんでかっていうと、去年の同じようなタイミング、この通常国会が終わるようなタイミング、6月の末の少し1週間2週間ぐらい前に、マスコミに質問されてですね、解散考えてるんじゃないですかっていうふうに言われて、岸田首相は状況で判断というふうにお答えになってますと。さあはっきりとしましたね。これで岸田首相はそもそも解散っていうのを今までもずっと考えてきたんですね。なんでかっていうのは、それはもう岸田首相が首相で居続けるためですね、当然。なのでその衆議院解散という時期をずっと狙っていたんですけども、なかなかいろんなことがあって解散に踏み切れなかったと。解散できない岸田首相というふうにも言われてますけれども、それがいよいよこの自民党総裁選が迫っているので、その前までに解散をしなきゃいけないという状況で、6月に解散するんではないかというところで、少しずつタイミングが、舞台が整ってきたと。岸田首相としては、このタイミングじゃないかなと、ここを狙ってるんじゃないかなというふうに言われてますというところですね。で岸田首相としては、なんでこのタイミングで解散していくかっていうと、もちろんそういった形で国民の支持率が上がるっていうところもあるんですけども、解散することで、やっぱりこのなんだかんだ言って、衆議院選挙っていうのは小選挙区で、自民党はいろんなこの全国の小選挙区で勝ってきているので、いざその自民党の支持率が低いとか内閣の支持率が低いといっても、結局選挙になれば小選挙区で勝てるというふうに思っています。さあ国民は今回はさすがに怒っているというところがあると思います。もし解散してもですね、自民党が大敗してですね、過半数割れといったようなことになるっていう可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。さすがに今回は選挙に皆さん行くと、国民も怒ってるんで、もうさすがに自民党にノーという形で、自民党にノーを突きつけてですね、自民党が大敗して大幅に議席を減らして、もしかしたら過半数を割れてしまうというふうな形になってしまう可能性もありますと。公明党は与党でありますけど、今回裏金問題にあんまり関わってないというか、全く関わってないので、もしかしたら議席は全く減らさない可能性もあります。ただ自民党が大幅に減らす可能性があるので、そうなると自民党と公明党を合わせても過半数を割れてしまうというふうな可能性があります。さあそうなると、3党を超えるような連立政権っていうのがもちろん必要になってくるというところですね。そこで自民党にめちゃくちゃ近い位置にいる国民民主党と、政策によっては協力しますよということでの話ももともとされている国民民主党といったようなあたりが、自民党公明党と連立政権を組んでくるんじゃないかなということは予想もされますと。でその場合自民党が大幅に議席を減らすという形になりますということですと。でさらには公明党がじゃあ、その何て言うんでしょう、公明党の代表がじゃあ首相に推されるかというと、なかなかそれも、公明党の、組織票の問題っていうのもあって、なかなかですね、公明党も推しづらいということで、もしかしたら国民民主党の代表が、この3党連立の中で、推されてですね、玉木代表が首相になるというシナリオも考えられるということですね。でそうなると国民民主党の政策確認していきたいと思います。国民民主党は国民1人当たり10万円給付といったようなことと、あと消費税減税ということを政策の柱にしています。実際に消費税減税についても去年の11月に参議院に消費税減税法案というものを提出しているといったような形ですと。さあ消費税減税が望まれる理由というところについてちょっと整理したいと思います。もともとこういった給付金の動画出させていただくと、消費税減税もぜひやってくださいということで、コメントいただくことがめちゃくちゃ大きいです。めちゃくちゃ多いですと。でその理由というのは大体この4つにまとめられますと。一つは消費税の負担が大きいということですね。
何か買うことについてかかってくるのが消費税ですね。でその消費税っていうのはもう何か買うことにずっとかかっていくと、何年も何年もずっとかかるという形なので、その負担が大きい。それがなくなれば非常に還元されるものが大きいということですね。それから2つ目、経済的影響の持続。これはこの反対ですね。いわゆるそのかかるものがなくなるということで、それが税金なんで、それがずっとかからなくなれば当然プラスになるものが大きいと、経済的影響が持続しますよということですね。それから消費の刺激、何かを買うことについてかかりますよっていう税金が消費税なので、その消費の刺激になると、何か買うことにかかってたものがかからなくなる、それは買いたくなるので、消費が刺激されて、経済が回るということですね。消費の刺激になるっていうことですね。それから税負担の公平性、これは例えば同じものを買うときに収入が多い人も少ない人も同じだけの額の税金がかかるというのが消費税です。なのでそれは不公平であるといったような声ですね。所得に関して多い少ないで税金多い少ないというのは分かるんですけども、所得が多い人も少ない人も同じものを同じ額のものを買うときに同じだけが税金がかかるというのはちょっと不公平じゃないかなという声ですね。さあ実際に国民民主党に聞いてみました。何を聞いたかっていうと、もしこの国民民主党の玉木代表が首相になるというシナリオも考えられますと。それは今言ったように国民の支持率が低いんで自民党大敗して、この2党で連立組めない、連立っていうか過半数足りないとなれば、今近い国民民主党が与党になるっていう可能性もあると思うんですよねと。でその場合玉木代表が首相になってもちゃんとこの政策、柱の政策やりますかということで質問していきましたということですね。ちゃんと国民民主党が与党になっても今出している政策引っ込めないですよねという話です。そういうストーリーをお話ししてその質問させていただいたところ、この本部のもちろんその玉木代表はいらっしゃらなくて、その玉木代表ではないんですけども、その本部の方に選挙に向けてブラッシュアップしていくんですけれども、この柱の政策、1人10万円給付あるいは消費税減税というものはブレるっていう可能性は低いと思うということでお話しされてましたと。なるほどですねと。信じますよ国民民主党ということで、じゃもし玉木代表が首相になったら10万円給付とかあるいは消費税減税ちゃんとやるんですねと。分かりました、信じますよということですね。で、結局は全て衆議院選挙にかかっているっていうところにありますと。とにかく選挙で自民党を大敗させてひっくり返さないとこの実現していくっていうシナリオはないというところがありますと。そこにはなかなか実現しにくい壁っていうのはやっぱりあります。我々はちゃんと選挙に行くっていうことはやっぱり大事なんですけれども、そもそも選挙制度っていうところに闇というものがあったりします。小選挙区制度の闇ということで、結局地元推しに入れてしまうっていうふうなこともあります。自民党っていうのは結構小選挙区で勝ってきてますので、なかなかその票が議席の数が崩れにくいというところがあります。例えば今この場所でいうと、ここ千葉県船橋市なんですけども、野田さんっていう非常に強いですね、候補がいると。もともと総理大臣もやったような方、元首相なのでやっぱり地元の方も非常に推していると。もちろんその政治活動も素晴らしいものがあって、国民って我々一般的な国民にも近いような位置でですね、毎朝ビラを配ってですね、挨拶されてたりとか、あるいはとにかくその地元の支持が厚いということで、もし仮にその野田さんが自民党でかつ裏金やってたと、ただ起訴はされてないというぐらいであれば、もしかしたらいた自民党のその慣習でその裏金っていうものを慣習の中でやってしまったんですよねということであれば、もしかしたらこの地元の人たちは今までと変わらずやっぱり野田さんに入れてしまうかもしれないですね。これももちろん仮の話なんで、野田さんがもし自民党で裏金やってたらっていう話なんですけれども、裏金当然良くないことなんですけれども、ただその党の慣習でやってしまってたということであれば、地元の人はもしかしたらまた野田さんに投票してですね、再選してしまうという可能性もありますと。あくまでこれ仮の話ですと。野田さんは立憲民主党なんでそんなことありえないんですけれども、あるいはもし裏金やってたとなればですね、野田さんは選挙に出馬するっていうこと自体もしかしたらされるかもしれないというところはあるんですけど、あくまで仮の話です。それぐらい地元推しの人が当選するっていうのが小選挙区なんで、そのままもしかしたら地元の小選挙区で勝ってる人は裏金やってたとしても当選してしまうっていう可能性があるということですね。それから擁立されてない選挙区があるということです。例えば
今回推したいこの国民民主党というものがじゃあ全国でどれぐらい立候補しているかっていうと、小選挙区って全国で300近く289ぐらい区があるんですけども、そこでそもそもこの国民民主党が289全部推してなんていうんでしょう、擁立してるっていう候補を立ててるっていうわけじゃないので、なかなかこの候補の党をしたくてもそこにこの自分推しのこの候補の政党の候補者がいないということがあったりします。そういう意味でも自民党は全国津々浦々もう全部の区に立候補させているので、やっぱり当選してきやすいと、数を取りやすいというところがあります。それから与党アドバンテージっていうのもありますね。これはやっぱり地元のして地元の当選した議員が与党であってほしいというところがあります。当然その与党が地元の候補、地元の議員であれば当然その地元にとっていい政策を通してくれやすいんじゃないかなというふうに思いやすいというところがあります。仮に例えば立憲民主党よりももしかしたら自民党の候補が地元から当選した方が地元にとっていいことをしてくれやすい、そういった政策が通りやすいというふうに思うに決まっているので、やっぱりこの与党が相変わらず勝っていき続けやすいというふうなところもあります。これはもう国民の心理としてですね。それから野党共闘っていうのがやみすぎるっていうのがあってですね、野党共闘っていうのは自民党じゃないけどもという人はこの野党いろいろな党がある中で候補を絞ってこの党ということで我々野党としては推すのでその候補に入れてくださいというのが野党共闘です。自民党じゃないんであればもうどの党か分かんないけれどもこの候補にとにかくみんな票を入れてくださいっていうのが野党共闘ですね。これはありえないですね。自民党を倒そうと自民党を辞めさせようっていうだけでその志も何もないんでどの党かわからないけれどもとにかくこの候補に入れてくださいというのが野党共闘なんで、そもそもこれは国民を舐めてるとありえないということで、賛同する国民が少ないというところの元になってますということで、小選挙区っていうのは結局なんだかんだ言っても崩れにくいと、与党が崩れにくいし今の地元推しの候補が、崩れにくいというところですね。で小選挙区でいっぱい勝ってるのがやっぱり自民党なんで、なかなかこういった不祥事があったりとか支持率がめちゃくちゃ低いということがあっても、結局その自民党の候補小選挙区でいっぱい勝ってきてしまうんじゃないかっていうふうなことも想像されてますとそれをもってして岸田首相はいやいや小選挙区勝てるでしょというところで、選挙に出ようと衆議院解散に出ようとしているっていうところもやっぱりありますと。さあとにかく我々としては小選挙区で気に入った候補がいれば当然その候補に入れるんですけども、それ以外に比例にとにかくかけるというところもあります。比例で絶対どこかには入れるということですね。じゃあもう一回ちょっとこの地元の例で言うと、船橋市で仮にちょっと野田さんは小選挙区で当選してほしいんだと、野田さん推しで野田さんに票を仮に入れますと。でただこれ本当に仮の話なんですけど、立憲民主党をしてるわけじゃないなということであっても、じゃあその比例でどこにも入れないっていうことじゃなくて、比例で絶対どこかには入れるっていうことですね。じゃあ地元候補としてはじゃあ仮に野田さんに入れて、仮に立憲民主党じゃなかったとしてもそのどっかの党には絶対入れると。比例で例えば国民民主党とか他の党に絶対に入れるということですね。絶対にどこかに入れるっていうことで自民党じゃない比率っていうのを高められるので、とにかく白票にしないでどこかの党には必ず入れると、その辺が重要になってきます。大元で言えばとにかく選挙に行くと、選挙に行かないと変わらないですよということが言えると思います。さあ衆議院選挙の結果の予想というのはちょっとしてみたいと思います。実際にどれぐらい実現するのかっていうふうなところですね。先ほど言ったように小選挙区結構自民党勝ってますと。自民党の議席数今こちらに書いてるんですけども、自民党は現在今260議席あって小選挙区190比例区70という形で結構小選挙区が多いといったような状況ですと。でこの自民党のこの候補小選挙区の候補をちょっと議席ごとに分けましたと。でこの190のうちごめんなさい、そもそも裏金議員っていうのは82人いるっていうふうに言われてるんですけれども、衆議院は51、参議院は31の議員がですねこの裏金に関わってたと
いわゆる政治資金収支報告書に不記載のあった議員ですね。でそのうち衆議院は50議席なので、この190議席の小選挙区のうち、50議席の裏金議員と140議席の裏金議員じゃない議席ということでちょっと分けましたというところですね。でこの予想としては、この50の裏金議員の議席のうち5割をなんとか負けさせようと、この5割のその裏金議員を選出させて、25議席に減らす、あるいは残りの140議席は先ほど言ったようにやっぱり小選挙区結局地元勝つっていうのはあるんですけども、なんとか頑張って2割を減らして、ただやっぱり小選挙区なんで8割ぐらい大半は勝ってくるだろうと。この逆風でもやっぱり8割は残ってきて、112議席という形にしてみました。で比例区っていうのは、もちろん全国津々浦々の国民が投票するということなので、支持率もしかしたらそのまま来るんじゃないかなということで、これは岸田内閣の支持率ですね。最新の自民党の支持率ということでいうと 24.5% なので、それをそのまま当てはめると43議席ということになって、全部を合計すると180議席ということで、晴れて80議席減ということで、大幅に議席を減らすといったような形になっています。先ほど言ったように公明党は裏金やってたわけじゃ全くないので、じゃあそれはそのまま議席残ってくるだろうと。そもそも皆さんご存知のように、この全国津々浦々の組織票ですね、比例の議席っていうのはめちゃくちゃ多いですし、この小選挙区で勝っているところっていうのも公明党ガチガチに強いところなので、ここは結局崩れないだろうと、組織票でしょっていうところがあるので、当然裏金もかかってないしねっていうことで、議席そのまま残ってくるということで、合計して自公合わせてですね212議席ということで、この衆議院の定数465の絶対安定多数って言われる261議席を割ることはもちろん、この安定多数の244議席も割って、なんと過半数の233も割り込んでくるといったような形ですね。さあいよいよ3党連立というのが現実味を帯びてきましたと。きちんとみんなで投票に行って裏金議員なんとか半分負けさせて、そしてこの結果ということになれば、やっぱり3党連立というものが必要になって、国民民主党がこういった形で政策を実現していくということが近づいてくるというシナリオですね。さあ国民民主党の本気度探ってみたいと思います。前回は21名の立候補者がいましたと。そして当選が11名いたといったような選挙でした。で今回は今現職が7名です。あれ11名が7名ってどういうことって思うと思うんですけども、国民民主党の議員の中から、前原さんをはじめとする数名がですね、造反しまして、今回はこの、離党といったような形になってますと。もともと国民民主党で立候補して当選したのに、その後離党っていうんであれば一回失職しなさいよというふうなことも言われる方も多いと思いますし、私もちょっとその通りだなっていうふうに思うんですけども、いずれにしても結果としては国民民主党を離党してしまっているということで、現在は7名といったような形になってます。でさらに、国民民主党のホームページに23名の立候補者が載っているので、だいたい30名でいくのかなと。30名で今回の衆議院選挙を迎えるんですかということで、実際にちょっと先ほどと同じように国民民主党に電話して聞いてみましたと。でその結果、載っているのは23名なんですけども、当然地方議員とかもいますし、他の立候補者っていうのも擁立していくっていうふうな可能性はありますし、合計でだいたい40名ぐらい、それ以上の立候補者っていうのを立てたいというふうに思ってますということで、なるほどと、国民民主党本気ですねということで、なんと前回の倍ですよねの候補者を立てていくということで、考えているということですね。でこの確率でいうと、さらに国民民主党っていうのはさらにこの最近国民の支持も結構あるので、そうなると半分かもしかしたらそれ以上、20名あるいは20数名、もしかしたら30名に迫るぐらいの当選者といったような可能性も出てきたんじゃないかなというふうに思います。そうなると当然この自公と合わせて過半数といったような形になってくるので、自民党公明党としてももしかしたらこの国民民主党と組んで、3党連立という形の実現性、さらに国民民主党はちょっとこの与党に近いというところもあるので、本当にこの可能性が近づいてきたんじゃないかなと
いうことが言えるというところですね。その解散は6月に迫っているというところです。でもしこの6月解散っていうのが実現したら、その給付のスケジュールっていうのは最短でどれぐらいになるのかというところをちょっと考えてみました。もともとこの特別定額給付金10万円の1回目っていうのは、この閣議決定を組み替えられて、そこから給付の申請開始というところまでもう本当に10日ぐらいで動いていきました。もし6月解散ということになれば、7月の中旬に選挙が行われて、8月の上旬に閣議が開催されると。でそうなって8月の上旬に閣議決定ということになれば、8月の下旬にはその給付金の2回目の申請開始というふうなスケジュールも最短で考えられるといったような形になってますと。岸田首相減税を表明の6月が迫る特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきました。で給付金に関する情報っていうのは、新しい情報が出たらまたこのように動画でお話しさせていただきますし、また給付金の申請がもう本当に始まったら、すぐに申請したい、あるいは申請を確実に完了させたいと思ってらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい情報が出ましたらすぐにこのように動画でお話しさせていただいてますと。チャンネル登録しておいていただくと、そういった情報が出た時に、その動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。でそれから、やっぱりこういった国民が思っている政策を実現していくっていうことに関しては、当然選挙に行くということも大事ですし、やっぱり国民の声を届けると、この特別定額給付金の1回目のこの経緯ですね、国民の声を汲み取って給付が実現したというところもありますので、この給付金に関する動画結構今まで出させていただいてて、結構再生していただいてるんですけども、う本当にたくさんコメントいただいてます。さっき言ったように消費税の話だとか、こういったようにした方がいいとかっていうふうな意見をたくさんいただいてます。でこういった政策に関して、賛成もう反対の本当に一言でも構いませんので、ぜひコメントに一言でも入れていただいて、国民の声というものをぜひ届けていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ本当に一言で構いませんので、コメントをぜひ入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。